はペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日はお花紙でタンポポを作ります。お花紙を4枚重ねて準備します。4枚重ねたお花紙をセンス状に蛇腹折りに折っていきます。まずは長い辺が半分になるように折って折り筋をつけたらまた広げます。つけた折り線に合わせて紙の下と上の端を持ってきてまた折り線をつけて広げます。下の折り線に合わせてもう一度折って上の紙の端を折り山に合わせて下に折ります。同じように折り線に合わせてそれを繰り返します。最後は向こう側になるように折りますと、このようにギザギザと蛇腹折りになりました。折りたたんだまま真ん中のあたりに輪ゴムをかけます。輪ゴムを真ん中に通して40ぐらいになるようにさらに回しかけます。作りたいお花の大きさに合わせて端から少し小さくなるように切ります。両端に切り込みを入れます。縦に持ち替えて切り込みを入れていきます。1センチより少し長いぐらいの長さで4回ぐらい切り込みを入れていきます。反対側も同じように切り込みを入れます。扇状に広げます。4枚重なっていますので、1枚ずつ広げて起こしていきます。反対側も同じようにします。もしめくりにくいなと感じた場合は、市販の指サックを指につけたり、輪ゴムを指に軽く巻いたりすると滑り止めになってめくりやすくなります。両側すべて1枚ずつめくって起こしていきます。あまり引っ張りすぎると破れてしまうこともあるかもしれませんので、そっと広げていきます。でももし仮に破れたとしても気にせずに、そのままめくって上に持ち上げていってください。最後の1枚は軽く横に引っ張って形を整えます。これでタンポポの出来上がりです。お花だけでも可愛いですが、葉っぱがありますとよりタンポポらしくなるかと思いますので、葉っぱの作り方もご説明いたします。八つ切りか B4 の色画用紙を準備します。長い辺が
だいたい1/3ぐらいになるところで折り曲げて折り線をつけます。折り線に合わせて切ります。切った紙のやはり長い辺の1/3ぐらいになるところに折り線をつけて同じく切り取ります。縦長になるように半分に折り曲げます。折り曲げた上の角から斜めに切り落としていこうかと思います。同じぐらいの長さの三角の分を切り落とします。だいたいで結構です。切り落とした角から反対側の角まで切っていきます。この一番上の角から英語の W になるように切り落としていきます。これで葉っぱの出来上がりです。蝶々も一緒に飾ると可愛らしいので、簡単に蝶々も作ってみようと思います。蝶々にしたい折り紙を準備いたします。半分に折って折り線をつけましたら、折り線に合わせて半分のサイズに切ります。半分に切った折り紙をさらに半分に折ります。さらにそのまま半分に折ります。紙の端のある方の半分より少し下のあたりから折り山に向かって切り込みを入れます。切り込みを入れた先の折り山の少し上のあたりから蝶々の羽の上の形になるように切っていこうかと思います。この切り込みの先よりちょっと上のあたりからカーブを描きながら斜め上に切っていき、折り紙の角を落とすようにぐるっと切って切り込み終わりのところまで丸く切りました。下も蝶々の羽の下の部分になるように切っていきます。同じく切り込みの先より少し下のあたりから角を落とすように切っていくと、このように蝶々の形になりました。白のお花紙で作るとタンポポの綿毛みたいになります。壁に貼るときには裏にテープを接着面が外になるように丸めたものをペタンと貼れば簡単に貼り付きます。葉っぱも同じように貼ります。葉っぱは大きい方が外側でも反対でもお好みの方を出せばいいかと思います。紐に通して吊るすこともできます。毛糸や麻紐などのお好みの紐を使って通していきます。
お花の裏側にゴムが真ん中に巻いてありますので、2、3本取って紐をくぐらせていきます。ゴムになっているので、引っかかって落ちにくくはなっておりますが、よりしっかりさせたい場合は、さらにもう一重通すと、つなげておきたいところにしっかりと留まります。もう一つ同じようにお花の裏のゴムに紐を通していって、同じところの位置に来るように引っ張っていけば、表裏同じ位置にお花が来ます。もしずれてしまうのが嫌であれば、軽く接着剤でお花同士を留めていただくと、これでポンポンのようになります。葉っぱを貼りたい場合は、貼ろうと思っているところに接着剤を両面につけて、間のところに挟むようにして貼ると、葉っぱもつけることができます。蝶々も紐に挟むようにして貼ると、可愛らしくなります。たくさん作って貼ったり吊るしたりして、満開の花畑にしてください。